こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日は、株のですね、買い方について説明します。どういったところを見て株を買うのかっていうことですね。それに説明します。前回動画でやったんですけども、結構株って元手がなくって、始めることができる投資で、10万円ぐらいからできますと。で、リスクも限定的で、買った額が、なくなるぐらいになるので、比較的ですね、始めやすいかなと思ってます。で、自分は2005年から株ずっとやってて、それで2000万ぐらいですかね、株で儲かって、それがあるからこそ今不動産投資もできたりとかしてる部分もあったりするので、まず元手がないのを一気に増やすっていうのに、株は一つのですね、方法としてはいいかなと思ってます。で、今回ですね、株の、買い方ですね、どういったところを見て買うのか、どうやってね、そもそも買い方どうするのっていうことについて、説明しますので、これからですね、投資をやってみたいっていう人は見ておいたと、勉強になると思います。で、前回ね、株は、簡単に会社があって、株式を、持ってますよと。で、株式会社なので株持ってる人が、その会社を、権利を持ってる感じなんですけども、それ普通に会社の株って売り買いでなかなかやりにくいので、上場するっていう形で、東京証券取引所とかに上場して、誰でも買えるような状態にすると。そういった株を、上場している株を僕らは買えるんですよね。なので、基本的に株を買うっていうと、上場している株になると。そこで、この株主は、一般的に広く、株を売り出して、それで、資金を調達して、そのお金で、広く投資をする。投資っていうか、設備投資ですね、するっていうイメージになります。で基本はまずはこの、東証に上がってる株を買うと。で、ここの株どうするのっていうと、証券会社の口座を開けば大丈夫ですと。で、証券会社口座どこを使えばいいですかって聞かれるんですけども、ぶっちゃけどこでもいいっすね。そんなに、ネット証券とかで、大手であれば、大体どこも同じような感じなので、そんなにないですね。で、自分は業界の最大手の SBI 証券っていうのも10年以上使ってて、比較的大手であるからいろんな商品扱ってたりだとか手数料安いですし、あとIPO もそこそこあるし、あとPTS っていう夜間取引あるんですよね。なので夜に東証が閉まっててもその SBI 証券内で売買できたりするんで、結構いいかなと思って、これ結構僕は好きですね。 PTS ちょいちょい取引しますね。なのでどこでもいいんですけども大手であれば SBI 証券とかでいいのかなと思ってます。で口座の維持費は別に無料なので開設しておく分には大丈夫ですね。で開設には時間がかかるんで、今いざ買おうと思った時にはですね、口座が空いてなくって株が買えないみたいなことがあったりするんで、もし始めたいんだとしたら口座は開設しておいた方がいいですね。でもお金いらなくても別に作れるんで作っといた方がいいかなって気はしてます。で詳細欄に、作り方っていうかサイト載せとくんで、よかったら見てみてください。で、ちょっと注意点としては、口座開設するときに特定口座にしますかどうしますかっていうのを聞かれるんですね。で、これなかなか難しいと思うので補足しておきますと、特定口座を開設して源泉徴収を選択するっていうやつですね。それが初心者にとってはおすすめで、これをやっとけば確定申告しなくても勝手に税金計算して勝手に税金引かれるので、何もしなくていいっていうんでこれが楽ですと。ただ都度その売買するたびに税金引かれていくんで、そうするとレバレッジが効きにくいっていうことで、それ嫌な人は源泉徴収を選択しないっていう形取る人もいますね。それは結構頻繁に売買して、売買のたびに税金取られるのは嫌で、最後に確定申告の時に一括でその税金払うよ、そういったスタンス取りたい人はこの特定口座開設で源泉徴収を選択しないっていうしてますね。で特定口座を開設しないっていうのはちょっと僕メリットよくわからないので、これ選ぶ人はちょっと少ないですね。自分で全部売買の計算しないといけないんで、これむっちゃめんどくさいですね。で一番上選んどきゃいいのかなって気はします。切り替えることはできるので切り替えてもいいのかなと思ってますね。はい。なので最初は一番上がいいかなと思ってます。で、SBI 証券、どこでもそうなんですけど、その SBI 証券とか買えるのは国内の日本国内の株とか投資信託とか、外国の株ですね。あと債券っていう会社が発行する、証券ですね。そういうのも買えたりしますと。でもいろいろあるんですけど、まずは日本の株について説明します。
今後ちょっと投資信託とか説明していこうかなと思ってるんですけども、まずは株ですね。で、まず株ってどういうところを見るかっていうと、まずは一番重要というか、まずは最初に時価総額っていうものについて説明します。で、時価総額っていうのは、株価かける全部の発行株数ですね。その掛け算になってて、例えばトヨタ株の、今のですね、2018年、19年の1月、26、7日ですかね、今日。その時の株価は6764円なんですけども、あんまり株価自体には意味がなくって、その株価かける発行株数で、トヨタの全部のその株の価値みたいな時価総額っていうんですけど、それが出ます。なので、それは22兆円ですよと。で、一方、日産自動車は、928円で株価あるんですけども、で、発行株数はその会社によってバラバラなので、一概にこの928円と6764円っていうのを株価自体比べても何の意味もないですよね。で、比較するとしてはこの時価総額ですね。その株価かける発行株数を見て、3.9 兆円ってことなので、大体日産自動車よりもトヨタの方が5倍ちょっとぐらいですかね。規模が大きいっていうか、これが会社の価値そのものみたいな感じですね。ということで、まずは株価自体ですね。たまに株価だけ見て比較してどこどこの会社の株がどこどこの会社の株価に抜かれたよとか言ってるおっちゃんいるんですけども、全く意味がないですね。分かりやすいので株価で比較したい気持ちは分かるんですけれども、どちらかというと時価総額とか、発行株数はあんま覚えてないので、大体時価総額見ますね。はい、なので株価は関係ないです。で、あとこの、例えばトヨタでどういったところをですね、その株見るのかっていうと、大きく分けて、3つぐらいですかね。1つは、1株、株価が6764円ですよと。で、1株あたりの利益、これ決算の予想値なんですけども、1株あたりの利益っていうので、その会社全体ですね、トヨタが、例えば2兆円の利益を出しましたって言った時に、その2兆円の株を、2兆円の利益を、全部の発行株数で割るんですよね。そうすると、1株あたりいくらの利益出してますよっていうのが出るんで、それがこの1株あたりの利益ですね。あとトヨタは全部持ってる資産っていうのをあるトヨタが全て持ってる資産を発行株数で割るんですよね。そうすると1株あたりの資産っていうのが出るんですよね。それは今6800円ぐらいですよと。であと配当金ですね。配当金1株あたりいくらの配当出しますよっていうのがあるんで、この大体3つが大きな指標ですね。でこれから株価に対していくら利益出ますかっていうんで、6700円に対して808円の利益ですよってことで、比率としては8.73 倍ぐらいの、利益が出ますよっていうことですね。であと1株あたりの資産の割合は株価を1株あたりの資産で割ったものは 0.99 倍ってことで、これで、大体その資産性だとか収益性を見ますと。でこの1株あたり稼いでる額が多ければ多いほど、この PER っていう1株あたりの利益は下がっていくんで、PER は低い方がいいですね。であと1株あたりの資産の割合は PBR はこれも低い方がいいですってことで、見るときは大体PBR と PER が小さいかどうかっていうのを見ますね。でそれをいろんな会社とか業界の中で、自動車だったら自動車業界の中で比較してこの会社の方が1株あたりの利益が多いねとか、その PER とか PBR を比較する、そういうところで大体見てますね。あと配当利回りって言って、この株価に対して何%のお金が返ってくるかっていう、配当されるかっていうで、今 3.25% ぐらいトヨタは配当が出ますと。なので株を持ってると、株価が変わらないとしたら、3% ずつ増えていく、そういうイメージですね。実際は株価が変動するし、配当も業績が悪いと下がったり、業績が良いと上がったりってするんで、ずっと入ってくるものではないんですけども、そういう感じで配当利回りを見たりしますと。なのでPER が小さいと収益性が高いし、 PBR が小さいと資産がたくさんある、そういう感じで見ていきますね。これ大丈夫ですかねって言っても質問答えられないですけども分かんなかったらちょっとコメント書いてください。なので大体目安としては PBR10 PR10 切ってればいいかなっていうイメージはありますよね。PBR も1切ってれば割安かなっていうイメージはあるんで、これが
結構業界によってもバラバラで、自動車とかそういう実態があるような業種には比較的PBR っていうのは1倍ぐらいですね。これ1倍ってどういうことかっていうと、もう会社解散して全部売っ払うと6800円ぐらいの資産持ってますよ。ちょっと実際にはいろいろ簡単にはいかないんですけど、6800円ぐらいの資産あるんで、株価と同じぐらいの資産もあるから、そんなに一株当たりの資産は、実態その解散した時にもし潰れたとしてもその資産を持ってるんで、それでお金は返ってくるでしょうぐらいの、ざっくり言うとそういう感覚はありますね。1倍ぐらいあると。あと PR も、10倍切ってればかなり収益性あるなってイメージはありますね。これがまたソフトウェアとかそういう業界だと PBR ってほとんど財産って、人だったりとかプログラムにあるんで、そんなに資産持ってないんで PBR5 倍とか10倍とかざらにありますね。なので業界によっても全然この水準が違うんで、業界ごとで見るのがいいですね。ちょっと若干難しいかもしれないですね。でそういうのを踏まえてこれ株の基本的な指標なんですけども、じゃあどういう基準で株を買いますかっていうね、大体2パターン分かれるんですよね。でもチャートを見てこう上がったり下がったり、このタイミングで下がったから今後上がるだろうとか、そういうデイトレードみたいなそのチャートを見て買うタイプの人と、あとは業績がいいとか会社自体のその中身とか事業性を見て買うっていう2パターンがありますと。なのでどちらかというと僕はチャートも見るんですけれども、チャートよりもこっちですね、業績良さそうな株っていうのを買ってるようなスタンスですね。チャートも見ているんですが、どちらかというと長期中長期でちょっと今日はやらないんですけれどもゴールデンクロスっていうようなちょっとトレンドで反転してこれが上がりそうだなみたいな指標があるんですが、そういうのを見てさらに業績がいいところを買う、そういう感じで僕は見てますね。で業績良さそうっていうところはPR とか PBR がいい株だったりとか、これから業績が伸びる株、そういうところを抑えてますと。じゃあ実際ね、株買ったら上がってほしいと思うんですけども、株価ってどうやって決まってるか、それについて説明します。で株価ってこれトヨタの昨日の株価なんですけども、こういうふうにこれ株の価格なんですね。6773円、6764円みたいな形で、株価がありますと。で、これどういうことかっていうと、その株の価格と、あとこっちに売りたい人が何株売りたいですよっていうのをこう並んでるイメージなんですよね。でこっちは買いたい人が並んでる感じで、この6764円で2100株買いたい人がいる、そういうイメージなんですよね。で6773円で1700株売りたい人がいる、そこでこうせめぎ合ってる感じなんですよね。で、そこで欲しい人が例えば6773円でも欲しいよっていうと、そこで買いの注文を入れると、この1700株売りに出てる人から100株買われていく感じなんですよね。なので、ここに並んでる人を全部こう買っていけばどんどん株価が上がっていくし、逆に売りたい人がどんどんこう売っていけば株価が下がっていくところで、これがどんどんなくなっていくと、そういう感じでこれ板って言ったりするんですけれども、売りたい人と買いたい人がそれぞれいくらで売りたいよっていうのをこうぶつけ合って、それのパワーで決まると。で買いたい人が多いとどんどん株価が上がっていくし、売りたい人が多いと株価が下がっていく、そういうのがもうリアルタイムでパッパ動いていますね。なので一回見てみるといいですね。板をね、本当にバンバン動いてて、目で追えないぐらい早いですね。機械がバンバン入れてきたりとかいろんなことやってるんで、株価はこういう感じで買いたい人とですね、売りたい人が釣り合って、それで価格が決まっていくと。例えば買いたい人が多すぎて殺到した場合どうなるのっていうと、ストップ高とか聞いたことあるかもしれないんですけども、1日の値動きの上限っていうのがもう20% ぐらいで大体決まってて、そこの上限で止まるんですよね。でこれちょっとまた別の株なんですけども、これはもう504円のところでもう上限になってて、買いたい人が多くいて、もう売りたい人はいなくなっちゃいましたよと。でも買いたい人が殺到してもう買いたくても買えない感じですね。そういうのをストップ高って言ってますね。なので、1日その急激な値動きを避けるために1日の中で大体20% ぐらいなんですけども、その価格で
株価の上限が決まる。まあ逆に売りたい人が殺到するとこのストップ安いって言って買いたい人がいなくなるんで、値段が、つかなくて一番下限まで下がると、そういう感じになってますね。なので覚えておいてほしいのは、株の価格は買いたい人と売りたい人の需要で決まってるんで、そこが一番重要ですと。なのでいくらいい株でも買いたい人がいなければ株は上がらないんですよね。そこ結構難しいところで、そんな感じでストップ高になったりします。で結構狙い目な株としてはやっぱこうずーっと低迷してて、ずっとこれミクシーの株なんですけども、ずーっと低迷してて、200円ぐらいで低迷してて、これ急に反応してるんですけど、モンスターストライクっていうスマホゲームですね、出して一気にちょっと人気出てこう火吹いて、さらに200円からババババッと半年ぐらいで6000円まで上がったんで、30倍ぐらいになってますと。これで結構僕がっつり儲けたんですけども、やっぱこう株が、急激に上がる、こういう波に乗れるかどうかっていうのはやっぱこのゲームですね。そのモンスターストライクのゲームがどれぐらい収益性があって成長性があるか、そういうのを、事前に把握するんですよね。そのためにやっぱゲームして遊んで課金してとか、どれぐらいの売り上げで、例えばアップルランキングの上位1位を取ると売り上げはどれぐらいになるから3ヶ月連続で売り上げアップルランキング1位取ったら大体売り上げが600億ぐらいでとか、そういう感じで計算して、じゃあこれぐらい利益が出るから PR はこうなってとか、そんな感じでかなり分析して、それで結構買いましたね。なので上がりそうな株を買うっていうのはやっぱこういろいろ分析して、今人気があるゲームとかちょっとゲーム業界もここ数年下火になってるんですけれども、この時2014年、ガンホのパズドラあたりからちょっとゲーム業界は少し良くなって面白い感じになってて、今はちょっと下火になってますね。なのでこんな感じで、上がる株っていうのはどういう株かっていうのはよく考えて、安いうちに買っておいて、なんかゲームとかで出来上がる、そういうパターンはあったりしますね。それは買いたい人がやっぱこうゲームが人気だから利益出るから買いたい人が殺到してますね。で、その後また下がって上がって、またさらにこのモンストが下火になってきて、確かあとチケット転売のやつとかがまたブートキャンプなんかそういうのが解散したから多分それで一気に下がってるんだと思うんですけども、そういうのもあってまた下がってますね。そういう感じでやっぱこう結構景気とかその会社の状況にシビアに影響してますね。でよく聞かれるのは何の株買ったらいいですかっていうのはよく聞かれるんですけれども、それはそれが分かれば苦労しないですね。なのでやっぱどの株が上がるか予想して景気だとかで自分で判断するのがいいですね。なのでやっぱ他の人が買いたい株っていうのが上がるんで、そこを、考えるっていうのはやっぱ重要だと思ってます。なので、業績だけ見てもむっちゃ業績よくっても無名な企業の株って買いたい人がいないんで上がらなかったりするんですよね。その辺が結構面白いところでもあるんですけれども、業績だけが良ければ上がるわけではないですよね。業績よくっても誰も知らなかったらやっぱ上がらないですね、買いたい人がいないと。なのでやっぱある程度知名度があって報道されて、そういったところで火ついたりとかするのもあったりするんで、他の人が買えばやっぱこう買いたい人が殺到して株価上がっていくって、そういう感じですね。で魚をもらうより、釣り方を盗むっていうので、よく言われるんですけど、やっぱ答えを聞かれること多いんですけども、どの株がいいですかとか、この物件を買った方がいいですかとか聞かれるんですけども、僕はそういうの答えは全然わからないですし、答えることもできないので、やっぱこう考える方法をずっと YouTube でやっているので、そういう今日もPR とか PBR とか、そういったところとか、考えるきっかけですね。そういったところからいろいろ調べて考えていって、それで儲ける確率を上げていってほしいなと思ってます。結構答え求めていくと、毎回言ってますけど詐欺に遭うんで、詐欺師はなんかこう儲かるような物件をひっそり売りつけてきて、なので儲かる方法を教えてくださいって言うと、いいですよって言って教えてくれるんででクソ物件売りつけられたりするんで、なので本当に答えを求めるとやっぱいつかハマりますし、答え自体は絶対ないですからね。そういうそれが分かればみんな買うんで、誰も分からないからこそやっぱ儲かる人と儲からない人が出てきて、儲かる側に回るチャンスが出てくるですね。みんな儲かるような世界はなかなか難しいです。ってな具合で
株の買い方のまとめで、証券会社で株買えるんで、どこでもいいんで、口座を開設しましょうと。で、チャートか業績かどっちか選んで、僕はどちらか、業績重視でやっているんで、その方法について説明しますが、またチャートはまたチャートでものすごい奥が深くて、いろいろ三角持ち合わせの上鼻たれとかなんかいろいろあったりするんで、そういうのを見た方がいいですね。結構当たる時もあるので、欲しい人が多い方が株価上がるんで、いかに欲しい人が多いような株を買うかですね。で、安い時に買っておくか、それが重要ですと。なので僕はやっぱ為替とかって、いろんな要素があって上がったり下がったりって予想できないですけども、自分は株はいろいろ景気だとか経営とか、そういう会社の業績とか見ればある程度上がるか下がるかって予想は比較的しやすいかなと思ってるんで、株の方が好きだなと思ってます。はい、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。面白かったら高評価していただければ嬉しいです。あとコメントで質問募集中なので質問いただければ答えます。あともし面白かったらチャンネル登録していただければ嬉しいです。いろんなですね、投資のですね、話、儲かる話だとか、不動産投資の危険な物件とか、そういった話をしてますんで、役立つ情報を、日々発信してます。あと Twitter やってますんで、よかったらフォローしてください。LINE アットもやってるんで、登録していただければ嬉しいです。どうもありがとうございました。